済んだもんなのだ。今日はメキシコのニュースを3本まとめてお届けするのだ。その前に豆知識なのだ。メキシコは通称で正式な国名はメキシコ合衆国、スペイン語だとエスタードスニードスメヒカーノスなのだ。アメリカ合衆国と同じ合衆国タイプの国名なのだ。そして今日の一押しは2つ目のニュースなのだ。メキシコニュースデイリーの CEO トラビス・エンベネックさんが2025年の予測はどれだけ当たったのかを振り返る記事なのだ。支持率 70% 超のシェインバウム大統領やトランプ大統領との意外と良好な関係は当たりだったのに、ペソや FDI や GDP の経済予測は大外れ。それでも治安対策や関税、観光の伸びなど動きの大きい一年が見えてくる内容なのだ。それじゃあ行くのだ。メキシコは北アメリカ南部に位置し、首都はメキシコシティなのだ。古代のマヤやアステカ文明とスペイン植民地時代を経て1821年に独立し、現在は連邦制の大統領制共和国なのだ。人口は約1億3000万人で、石油や自動車などの製造業、観光が主要産業なのだ。タコスやマリアッチ、死者の日など文化が豊かで、移民問題や治安、米国との経済関係が注目されているのだ。一つ目のニュースなのだ。今週のメキシコ、クリスマスの喜びと悲しみという記事なのだ。2025年のクリスマス週、メキシコでは喜びと悲しみが交錯したのだ。経済は10月に前月比 1% 成長し、農業 1.4%、サービス 1.2% と持ち直した一方、USMCA 再交渉や対米関税をめぐる不透明さが続いているのだ。観光では2040年までに外国人観光客が4500万人から9000万人へ増え、世界トップ5の旅行先になるとの予測が出たのだ。インフラではフェリテ・アンヘレス国際空港への新鉄道が2026年4月開業予定なのだ。対外的にはエネルギー危機のキューバに8万バレルの石油を送る人道支援を実施したのだ。一方、テキサス州ガルベストン近くでメキシコ海軍機が墜落し、医療人道ミッション中の8人中5人が死亡する悲劇も起きたのだ。シェインバウム大統領はアカプルコでクリスマスを過ごし、国民に連帯と愛の価値を訴えるメッセージを発信したのだ。2つ目のニュースなのだ。私の2025年のメキシコ予測はどれほど正確だったか。当社 CEO の視点という記事なのだ。メキシコニュースデイリーの CEO トラビス・エンベネックさんが自分の2025年メキシコ予測12本の当たり外れを振り返った記事なのだ。シェインバウム大統領は支持率 70% 超を維持し、トランプ大統領とも電話5回と初対面を重ね、予想以上に良好な関係なのだ。ペソ安や FDI 減少、GDP 成長 2% を予測したが、実際はペソ高、FDI 過去最高、GDP は 0.5% 未満と経済予測は大外れなのだ。一方で、メキシコは利下げを米国より早く進めつつペソ高を維持し、麻薬カルテル幹部の米国引き渡しや CIA ドローン容認など対策を強化、中国製品に最大 50% 関税も決定したのだ。テメックス改革は進まず、再エネ投資は小規模にとどまる一方、観光客数は国際客が前年比 13% 増で過去最高、メキシコシティの世界的評価も上昇したのだ。結果は8勝4敗で、特に経済予測を外したことに頭を抱えつつ、2026年予測にも挑戦すると締めくくっているのだ。3つ目のニュースなのだ。メキシコのキーパーソン、知っておくべき7人の政治家という記事なのだ。メキシコでは、シェインバウム大統領の下で7人の重要人物が国の行方を左右しているのだ。シアンショー・オマル・ガルシア・ハルフチは FBI や DEA で訓練を受け、メキシコ市の殺人を約 50% 減らし、暗殺未遂も生き延びたバットマンなのだ。32歳のアルタ・グラシア、
ゴメスはビジネス諮問評議会を率い、関税時代の投資維持に挑むのだ。先住民弁護士ユーゴ・アギラルは史上初の直接選出された先住民の最高裁長官で、経歴と中立性をめぐり論争中なのだ。内相ロサ・イセラ・ロドリゲスは副大統領とも呼ばれ、対米治安協力を担うが、治安悪化への批判も受けるのだ。米大使ロナルド・ジョンソンは元グリーンベレーと CIA 職員で、安全保障重視の対メキシコ政策を象徴するのだ。経済相マルセロ・エブラルドはトランプ大統領の関税に対抗し、雇用と対米貿易を守ろうとしているのだ。エネルギー省ルス・エレナ・ゴンサレスはペメックスと電力公社を統括し、327億ドルで送電網近代化とグリーンエネルギー移行の両立を図るのだ。観光は躍進、経済と治安は課題、連帯と知恵で未来を開く、ズンダモンを応援するなのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけない。けれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声。そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。